男の人が子育て一生懸命参入している時代になってきたけど、やっぱり私たちもうちょっと前の世代はやっぱりもう全てお母さん。Hey, husbandos and waifus to be, this is Kathy Cat. We met two Japanese ladies who are married in Japan for several years and we asked them the truth about Japanese marriage. So what is it really like to be married here in Japan? Let's go and find out. If you are interested in Japanese culture, please don't forget to subscribe now. Push that button hard for more stuff from Japan. And if you've already been with us, don't forget to click on the notification symbol so you don't miss any videos from Japan. So what is a marriage in Japan really like? Let's go and ask Japanese wives. じゃあ日本の結婚の、自分の奥さんとしての、なんていうかしなくちゃいけないこととかよくすることは普段は何ですか？普段何ですか？家事とかじゃなくて心構えとかそういうこと？それも両方って感じですね。まず家族が一番かな。子供だったり旦那だったりとか、そこが一番にある上で自分の趣味だったり自分の仕事だったりとか、まずそこやっぱ自分が二の次になっちゃうところはあるかなとは思う。やっぱりお母さんが家族を守る感じですか？そうですね。大体、家によるでしょうけど、大体お母さんが子育てはもうお母さんで、今やっぱ時代があってね、男の人が子育て一生懸命参入している時代になってきたけど、やっぱり私たちもうちょっと前の世代はやっぱりもう全てお母さん。もう子供のパパはもう仕事行って帰ってきてお金を入れてくれる大事な存在だから、パパは大事なんだよっていう子供に言いつつ、子供の学校とかしつけとかは全部母親っていうのが日本の今までのセオリーになってるかな。結構伝統的な感じの。伝統的な、それが基本の日本かなってところはあって、今はもうちょっとねまたいろいろ多様性が出てきてるからあれなんだけど、日本のベースとしてはやっぱり女は家を守る、男は外で働くの線引きがピシッとされてるのがベースで、それが今いろいろ臨機応変に変わってきてる、今変わり時のいい時代なのかなって思います。なんか結構旦那さんが武士って聞いてたのでもううち子供がいないんですけど、だから夫婦2人で生活してるんですけど、旦那さんは文句も言わない代わりに何にもしないので、もう全部私がやってます。本当でもそれでも文句を言われないことが一番まずストレスがないので、なんでいろんなねお手伝いしてくれるお家もあるけど、うちはうちでいいのかなっていう、そんな感じですね。じゃあ食べ物とかは文句言わないんですか？食べ物は趣味が合ってるので、だいたいもう同じもの出しとけば満足っていう。いいですね。日本の結婚の楽しいところを一つと、たまに苦労してるところを一つ教えてください。日本の結婚の楽しいところ、外国のその生活がわからないので、それが当たり前だと思ってるからね、改めてなんだろう、日本の分かった。日本土地が狭いからだからどこで結婚しても大体飛行機では、多分外国とかだったら飛行機ですごい時間かけて帰省するのも多分すごい大変なんでしょ、きっと。たまにアメリカの中でも結構遠かったりとか、家族が多分ね、国の中でもイメージですけどね、なんか結婚相手が同じ国でも実家に帰るのにすごい苦労するかなと思うけど、日本人だったらどこの人と結婚しても飛行機で飛べば近いのかなってところが日本の結婚のいいところなのかな、外国とは違うのかなとイメージ。実家に帰りやすいってことですか？帰りやすいんじゃないかなって。一番離れてても数時間で着くから飛行機で。会いやすいってことですね。会いやすいですね。お互いがなんか日本人らしいっていうか、その気を使っちゃうところがなんかわがまま、なんか自己主張しすぎないところがいいのかな。お互いを思いやってる、なんかそういう、相手のことを結構考えてしまう人種だから、それが人それぞれですけど、夫婦生活でうまくいかせればなんか他人行儀な感じもするかもしれないけど、なんか親しき中にも礼儀ありじゃないけど、そういうの関係がなんか昔ながらの夫婦って、奥さんがちょっと下がって旦那さんを立ててっていうのが、なんか
それが生まれ育った環境だから、そうね素敵だなとも思うし、なんかできたらいいなとも思うし、日本人って多分ベースが奥ゆかしさだったり、自分の感情を一回引っ込めた上で相手のことも考えて、その寄り添う言葉を選んで生活するっていうのが多分ベースにあると思うんですよね。お友達とかの中でも本音はバーって言わない、まず一回飲んで考えてってところが良し悪しだと思うんですけど、多分外国の人にしたらそこが日本人の難しさかなってなんとなく思うんだけども、結婚しててもやっぱり自分はこうなんだけどきっと相手はこうだろうなってところがやっぱり一番に来るから、そこのすり合わせの作業が夫婦生活なのかなって。他人なのでね、気を使う文化なのかな、奥ゆかしさ。わがままより、まず相手のことを考える。まず感情は全部一回飲み込む。ですり合わせて相手の感情と合わせて生活していくっていうのが多分夫婦も友達も学校の友達も基本日本人ってそこなのかなと思って、だから外国の方からしたら感情がわからないって言われることないかな。確かに友達から聞いたことありますよ。何考えてるんだろうみたいな。なんか本当は全部食べたいけど相手も食べたいだろうから私もういいよ食べてとか譲り合いみたいな。優しい。私たちはそこ分かるから、いやいいよ食べたいでしょどうぞどうぞができるけど、外国の人とだったらなんかすごいおとなしくて感情を出さなくてイライラされちゃったらどうしようってのは思う。確かに。じゃあなんかまずは相手のこと考えて、自分を引っ込んで、じゃあどうぞってそれ相手がまた気づいてくれたら嬉しいみたいなのもある。そうです言わないでも分かってくれてるかなってところをどこかで期待するから、そこが合ってくると親友になってくる。言わないでも分かってくれるんだこの人っていう風になってくると距離が近まるので、なんかそこが多分外国の方からしたら日本人の難しいとこなのかなとは勝手に思ってます。確かに。超勉強になる。じゃあ苦労してるところ。なんか今話してたの続きじゃないけど、言わないから何考えてるのか確かにわからないこともあって、いやそういうつもりだったよとか急に言われたりとか、いややっぱ意思表示が足りないっていうのもなんかいいところでもあり悪いところでもありみたいな、結構夫婦喧嘩の理由ってそこの本当些細な言った言わないとか聞いてないとかそういうことが多くて、なんかそこが日本人のダメなとこでもあるかなっていう、なんか本当日本の縮図が夫婦間にあるみたいな、そういう感じはします。じゃあ言わない相手のために考えて言わないけど逆に言ったようにと思ってる、言ってないけど分かってるでしょみたいな。そう言わないでも分かるでしょそのぐらいで、言わないと分からないよっていうところの喧嘩は多々あるので、それは夫婦にしてもどこにしてもなんだけれども、だからもっと日本の人はなんか外国の方のね、そういう自分の気持ちをちゃんと伝えられる文化とか、そういう方ともっともっと接して、もっと出してもいいんだとか、それこそ道でハグする楽しさとかそういうのをもっともっと出していけば、その奥ゆかしい古き良き日本も大事だけれども、もうちょっとその心を開く文化を得られると、もっと日本人もコミュニケーションがもっと取れて、日本人の中のコミュニケーションも円滑にいくかなと思うので、もっともっとその外国の方と接する機会、触れ合う機会はもっともっとあったらいいなと思うので、私もどこかで誰かと出会ってお茶したいなと思うのはそういうところです。いい感じにまとめていただきました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。すごい勉強になった。So you can tell that both ladies came from rather traditional families and the old Japanese styles where the women were there to take complete care of the household, the kids, and everything of the family. So they are the ones who have to protect the house. So women are not only responsible of the household but also the whole as such. So for example, not only giving birth but also the whole of childcare, including their education. If they don't get good grades, sometimes some Japanese men can get angry at their wives because their wives didn't do the right work on making sure that the kids get the right education, for example.
However, the reason why these two wives were such a great example is you could see that they come from very different households already. While the wife on the left, her husband sometimes helps her with the houseworks and say, hey, you go have fun, sometimes also you're allowed to go out. The one on the right said that her husband is very traditional. He won't help her at all in the household, but she appreciates that at least he doesn't complain. Gamang. Endurance is a strong word used a lot in Japanese marriages, meaning sometimes you can't be selfish, you can't just be yourself because you have to think of the family and the harmony of the family as a whole. So in this case, the women said they have a lot of times and situations where they have to swallow all their emotions and feelings for the sake of the other person and creating group harmony. Putting your happiness last, but the happiness of the family first as a whole seems to be a very traditional cultural thing here in Japan. However, things like that might change in the future. Thinking so much of your partner that you can communicate almost without words is a big aspect of Japanese culture. So think of the other person so much more than of yourself, and hopefully that person will actually do the same thing for you. This aspect of non-verbal communication can have a plus side, but also the minus side, that sometimes people expect something of the other without actually saying it. So how is that actually in your country and in your culture? Let me know. I know that in Germany, most men and women can cook and they both can do the housework together. I'm looking forward to reading your comments. Don't forget to comment lots and lots down below. Always fun to read each other's comments and support each other in our comments as well. Be nice to each other. If you're new to our channel, then don't forget to subscribe. And if you've been with us, the notification symbol is now more important than ever because some of our video notifications have not been going out to you. So please be sure that you find the bell symbol, click on it and click on notifications so don't miss any stuff here from Japan. Thank you so much for watching and I'm looking forward to seeing you soon for another video on Ash Japanese. Bye!